こっちはこっちで調べましょう。なーにこれ。ひどいな。本が崩れてる。あ、中から音がするよ。このままだと本が傷んじゃうもんね。仕方ないわね。ミーシャ？ミーシャってよ。なんなのこの子は。変なところで寝る趣味があるのね。ねえミーシャ、ここで何してたの？上の方にある本を取ろうとしていたら本が落ちてきて埋まっちゃったの。ここって奥だから読んでも誰も気づかなくて、それでなんとかしなきゃって思ってたんだけど、重くて動けなくて、そのうち疲れちゃって。それで寝ちまったと。おかしいね。おかしいのはあんたの頭の方よ。ほら、ルイセちゃんもなんか言ってやりなさいよ。ミーシャ、床で寝ると風邪をひくからやめた方がいいよ。もうやめとけ。お前らのやりとりを聞いてたら頭が痛くなった。ところで皆さんはこんなところで何してるの？ちょっとフェザリアンについての調べ物をね。そうなんだ。私やることがあったんだっけ？助けてもらってありがとね。それじゃ怒られよくわからん子だわ。どのようにご用でしょうか。重要書類の閲覧許可が欲しいのですが。かしこまりました。どうぞお通りください。失礼します。おや、どうしたんだい？フェザリアンの文献を調べたいのですが。そうか、閲覧室で借りたいのか。おい、これを持って行きたまえ。しっかり勉強するんじゃよ。ありがとうございます。歪みの検出とグローシュの測定値には。アメリアさんだ。熱心に読んでるみたいだね。こんにちは、アメリアさん。あら、あなたたちは。あら、ご丁寧にどうも。私はアメリアってのはもう言ったわね。アメリアさん、今読んでるその報告書は？時空の歪みとグローシュの測定値についての報告書よ。時空の歪みを研究しているんですか？まあね、決まった所属はないけど、ここの研究資料は読ませてもらえることになったわ。アメリアさんってすごい人なんですね。どうしてすごいんだ？魔法学院で研究ができるってことは、学園を卒業したのと同程度の知識があるってことなんだよ。アメリアさん、こんなに若いのにいきなり研究をさせてもらえるなんて。いや、
照れるわ。人は見かけによらないのね。ミーシャと比べたりしてごめんなさい。え、ミーシャ？あははは、こっちのこと。もういいわ。それじゃあ私はこれを読まないといけないから。はい、お邪魔しました。アイテムを選んで。これだね。これだね。ここで終わり？これじゃわかんないよ。だがこの本を書いたやつに会えれば直接聞けるんじゃないか。著者はダニー・グレイズ、住所はコムスプリングスだって。それじゃあその人に会いに行きましょう。ちょっと待て。コムスプリングスっていやバーンシュタイン王国にある温泉で有名な町じゃねそれがどうしたのよ。隣の国じゃない。あのねピピ、お隣の国に入るには通行許可が下りないとダメなの。面倒なのね。え。しかしせっかくの手がかりだ。なんとかしてそこへ行く手立てを考えようじゃねいやあ、君たち。アリオスタさん、どこかへ行くところだったんですか？まあちょっと学院長に呼ばれてね。まあそうだ、君たちに話すことがあったんだ。その前に一緒に学院長のところへ付き合ってくれ。マクスウェル学院長に呼ばれたのですが。かしこまりました。どうぞお通りください。失礼します。いやあ、来たねアリオスト君。実は君の研究のことでちょっと話があってな。はあ。君の研究が完了したらしいとの報告があったのだが。はい、成功しました。それはおめでとう。だが教授会でいろいろ検討した結果、君の研究は戦争利用をされた場合非常に危険であると判断されたのだ。はそこで魔法技術管理法に基づき、君の研究成果はこの学院で預かることになった。しかし悲観することはないぞ。君は人が空を飛べることを証明したのだからな。これが規定の報奨金だ。はい、飛行装置は僕の研究室に置いてあります。飛行理論を記した研究書もありますのでよろしくお願いします。これにめげず次の研究に励んでくれ。それでは失礼します。なんだかフェザリアンと同じようなことを言われたな。ま、仕方ないさ。実際この学院で開発される技術のほとんどはこうなるんだ。それじゃあどうして研究を続けるの？
それが証だからさ。証？詳しくは僕の家で説明するよ。アリオストさんのお家？ああ、僕と父さん、それから母さんが数年間暮らした家だ。そうか。確かお前さんのおふくろさんは。それはここではね。すまなかっどうして母さんが父さんと結ばれたか知りたくないかい？そういうわけだから一緒に村に行ってほしいんだ。おーい、帰ったぞ。おお、アリオストさんだ。帰ってきたな、出世頭。まあまあ。はい、これ学院から報奨金が出たんだ。いつもすまねえな。これでまた村が豊かになるさ。いや、僕はみんなみたいに村の仕事をしていないから。何言うさ。アリオストさんには才能があるんだからそっちをやるのが当然さ。村のことはオラたちに任せておくさ。すまないね。なんのなんの。僕は先に家に戻るから後から来てくれ。しばらく帰らなかったから汚れているんだ。あんたらアリオストさんのお友達っけ？はい、魔法学院の後輩です。どうさ、アリオストさんは。すごい人です。あの若さで自分の研究室をもらえる人はそういないです。そうだろ？あの人はオラたちの希望さ。お父さんもすごい人だったけどあの人もすごいさ。アリオストさんのお父さんも魔法研究家だったの？いや、そうじゃねえさ。オラたちがこうして生きがいを持てるのもお父さんのおかげさ。た。どういうことかな。オラたちは親もなく捨てられた存在だったさ。その日の上をしのぐのに人のものを盗んだり悪いこともしたさ。だけどそんなオラたちを引き取ってこの村に連れてきてくれたのが彼のお父さんだったのさ。そしてオラたちに畑の耕し方を教えてくれたさ。ああ、そして取れたものを町で売って金を稼ぐ。そうやって自分たちの力だけで生きていくことを教えてくれたさ。自分で何とかしようと努力すればどんなことだってできるんだってね。アリオストさんは頭がいいからこんな村出て行こうと思えばいつだって出て行けるはずさ。だけど自分が研究を続けられるのもオラたちがいるからだって出て行こうとしないのさ。あの人が才能や運だけであそこまでになったなんて誰も思っちゃいないさ。いつだってあの人は勉強している。それはすごいことさ。それどころか今日みたいに学院から報奨金が出ると村のために回してくれるのさ。天才は一日にしてならずか。これからもアリオストさんのことよろしく頼むさ。いやあ、来たね。楽にしてくれていいよ。早速だけど証のことを教えてよ。ああ、だけどその前にちょっと別の話。僕の両親の話をさせてくれ。聞いたよ。お父さんって偉い人だったんだね。なんだ、村の人たちに聞いたのかい？ちょっとだけ。それに以前言っていたな。母親がフェザリアンだって。考えてみれば人間を嫌っている彼らが人間と結婚したなんて変な話だよね。オッケー、話して。この村はね、僕の祖父が何もない荒れ地を開墾して作った村なんだ。教
じいさんが？僕の祖父は若い頃孤児たちを引き取ってここに村を作った。孤児たちを養うために畑を作り、できたものを売って暮らしの必需品を買った。それがこの村の始まりだ。最初は養われることに甘えていた孤児たちだったけど、そのうち自然と畑仕事を手伝うようになったそうだよ。僕の父も孤児の一人だった。それじゃあ祖父と言っても血は繋がっていないのか？彼は僕たちみんなの祖父さ。言い換えればこの村の父親だね。話を続けるよ。成長した孤児たちの多くは地震に満ち、別の土地に散っていった。そこで成功を収めた者もいて、みんなの希望にもなった。一方この村に残った父は自分がそうだったように孤児を見つけてはこの村へ引き取った。すっごい。だからアリオストさんが成功すると皆さんも嬉しいんですね。ちょっと照れくさいけどね。でも僕ががむしゃらに魔法研究を続けてきたのはみんなのためじゃないんだ。今の僕があるのは父から母のことを聞いたからなんだ。母がフェザリアンで天にある都市にいるということを聞かされてから、僕は僕の欲のために母さんに会いたいというだけで研究をしてきた。ただそれだけの理由で。アリオストさん、そういうもの？確かにそうだな。どんな研究家だってそれを成し遂げたという優越感が欲しいんだろう。少なからずそういった気持ちがあるはずだ。そう言っていただけると助かります。悔やんでいたって先へは進めない。大切なのはこれからどうするか、何ができるかだ。そうだよね。その前に最後まで話を聞かないとね。どうして人間を嫌っているはずのフェザリアンが人間であるお父さんと結婚したのか。ある日父は森の中で倒れている女性を助けた。彼女の背には傷ついた翼があった。そう、それが母さんとの出会いだ。翼の傷が癒えるまでの間、父は彼女の面倒を見たそうだ。最初は過当な人間にそこまでされることを嫌っていたみたいだけど、しかし父の話だと翼の傷が癒えてからもしばらくは天に帰ろうとしなかったらしい。そのうち父に理解を持ち愛し合うようになったそうだ。なるほど。君の母親は最初から人間に好意を持っていたわけじゃないんだな。つまり彼女が君の父のどこに惹かれたのか、それがフェザリアンを説得する鍵だ。その答えが分かれば他のフェザリアンも母さんのように理解を示してくれるかもしれない。可能性はあるんだ。ところで君たちの調べたことを教えてくれないか。フェザリアンのことを研究している人が分かったんだよ。著者はダニー・グレイス、住所はコムスプリングスだって。そいつに会えばもっと詳しいことがわかるんじゃないかと思うんだ。コムスプリングスか。隣の国の温泉町だね。でも難しいよ。バーンシュタイン王国とは友好関係にあると言っても簡単に出入りはできないからね。アリオストさん、何かいい方法ないかな。国の施設にでもなれば公務でバーンシュタイン王国に行くようなことがあるかもしれないけど、あれ、そういえばコムスプリングスへの旅行の話をどこかで聞いたような気がするな。とにかくコムスプリングスに行って詳しく話を聞ければフェザリアンたちを納得させる答えが見つかるかもしれないね。そうだね。ってアリオストさん、私もう一つの答え聞いてないよ。なんだっけ？
証のことだよ。証。やっぱり覚えてたんだ。当然でしょ。父の受け売りなんだけどね。人は生きている限り諦めず自分の信念を貫くんだって。僕にできることはこれだけだから、魔法を研究する。人の知らないことを調べて新しいことを見つける。たとえ今は世に出せない技術かもしれないけど、後の人が別のものを作り出そうという時に僕たちの研究が役に立つ。そう信じているから。そうすることが僕の生き方だから。だから僕という人間がこの世界に存在したという証なんだ。どうだティピ、分かったかというか理解できたか？わかるわよ。